済んだもんなのだ。今日は台湾のニュースを3本まとめて案内するのだ。その前に豆知識なのだ。台湾って呼び名は、もともと今の台南、アビラあたりの一地域名で、17世紀にオランダ人が先住民の言葉、タヨアン、タヨワンを移して使ったのが広まり、後に島全体の名前になったとされているのだ。それじゃあ本編なのだ。今回の一押しは2つ目。演習は中ロ協力を示唆、学者、なのだ。台湾は東アジアの島国で、台湾本島を中心に宝庫などの島々からなる。首都は台北なのだ。先住民の歴史や成長、1895、1945年の日本統治を経て、1949年以降は中華民国政府が置かれ、現在は民主的な政治体制で多党制が機能しているのだ。人口は約2300万人なのだ。半導体や電子機器、造船、観光が主要産業で、ヤジやお茶、伝統文化と日本や先住民の影響が混ざる食文化が魅力なのだ。近年は半導体の世界的な重要性や中国との関係、人口高齢化が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。台湾、中国の挑発、お非難という記事なのだ。台湾の総統府と外交部、国防部は、中国が台湾周辺で始めた大規模軍事演習、正義任務2025を強く非難したのだ。演習は台湾海峡や基隆北方、台東東方、東南方、澎湖南東、桃園北西など5カ所で行われ、一部は台湾の領海12海里以内にかかっているのだ。中国側は、台湾独立勢力や外部勢力への厳正な警告であり、主権防衛の正当な行動だと主張しているのだ。台湾軍は緊急作戦センターを設置し、警戒を強化して対応するとしているのだ。演習は、米国が台湾への過去最大111億ドルの武器売却を発表してから11日後に始まり、台湾政府は地域の平和とインド太平洋の安全を損なう無責任な挑発だと批判しているのだ。二つ目のニュースなのだ。演習は中ロ協力を示唆、学者という記事なのだ。中国人民解放軍が台湾周辺で、正義任務2025という軍事演習を始めたのだ。これは今月の米国の対台湾武器売却だけが理由ではなく、日本の高市早苗首相が台湾有事に言及し、日米の軍事協力が強まっていることへの牽制でもあるのだ。学者たちは、この演習が台湾の士気をくじき、米美が本当に助けてくれるか不安を煽る認知戦だと分析しているのだ。同時期にロシアが北方領土で2ヶ月の実弾演習を行うため、中国はロシアの脅威を利用して自衛隊を北に縛り、台湾支援を妨げようとしていると見られるのだ。さらに北朝鮮も動けば、米軍を朝鮮半島に釘付けにできるため、中国、ロシア、北朝鮮の連携で、五位一体の戦略を試している可能性があるのだ。専門家は、今回の演習は通常訓練と進行準備の境界を曖昧にし、国際介入を抑止する初の明示的な試みだと指摘しているのだ。3つ目のニュースなのだ。CDC、外国人の HIV 治療対象を拡大へという記事なのだ。台湾の疾病感染症 CDC が来年から外国人への HIV 公費治療の対象拡大を進めているのだ。ラハジメ仁所長は、まず永住権を持つ人と18歳未満の外国人を優先すると説明したのだ。現在は HIV 治療の最初の2年を CDC が負担し、その後は健保が負担しているのだ。台湾では HIV 陽性が台湾人36,494人、外国人615人で、治療薬は月上限13,200台湾ドルなのだ。また、HIV 予防薬プル EP の公費枠も今年8,000人から来年9,500人に増やし、新規感染は今年約850例と2003年以降で最小になる見込みなのだ。
他にも不妊治療補助の拡大、高齢者向け肺炎球菌ワクチン、無料の新型コロナワクチン、全国的な胃がん検診など、来年から複数の公衆衛生政策が強化される予定なのだ。スンダモンは、緊張が続く中でも医療や社会保障の進展に希望を感じ、平和と安定が守られることを願うなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。